How's it going, guys? さあ今回はみんなのサブスクリプション、こちらなおさんのオリスビッグクラウンポイントデートをお送りします。 This program is brought to you by なおさん。主なトピックはお手紙、エクステリア、ブレスレット、サイズ、タイムグラフ、リストショット、コオロギショットです。それではアンボックスいきましょう。レッツこちら外箱かっこいいので少しご紹介しますね。まずはパカッと上を開きます。するとで上が時計のボックスとなっています。ちょっと外しますよ。さらに引き出しになってまして、スルスルスルこのようにサッシが入ってるんですね。この辺りはこうギャランティーですとかいろいろ入れる、ところですね。そしてこのように分厚いこれトリセツなんですよ。すごいですね。これが内箱ですね。だいたい大きさはそうですね12センチ12センチの正方形と高さも10センチぐらいでしょうか。いきましょう。それではアンボックスレッツオープンね。じゃーんとこう開くとこれ横ですよね。横タイプなかなか珍しいですよね。そしてこういう風な形でポコッと取り出す。ドーンと参りましょう。とってもこれかっこいいですね。まずは第一印象かっこいいまとめていただいておりますので読んでいきましょうね。一緒に行きましょうかね。ちょっと一緒に行くの難しいんですけれどどうしようかな。まずはグッド良さですね。オリジナリティのあるデザインをハイクオリティでとポインターデート。オリスならではのデザインはやはりポインターデート。トライデントのような赤張りが実におしゃれ。意外なほど見やすく文字盤もシンメトリカルになって美しいと。もうご覧の通りと、通常はねウィンドウがあるわけなんですが、これは今ここ見えますかね。表が行きましょうね。次へ。要はポイントするんですね。一周して31日セリアビッグクラウンの名前は伊達ではなく大変操作性が良くとデザイン上のアクセントにもなっていると。ビッグクラウンというのは要はここのリューズ、これは英語でクラウンですよね。でねじ込み式であるのも安心感があると。そしてベゼルのコインエッジも見ていて飽きない。この周りのベゼルですね、コインエッジ、いわゆるガタガタガタっとギザ銃のようなね感じになっていますよね。それから夜光もしっかり光り塗りムラがないのも好印象。こういうところ本当にきっちりしてますよね。角っことかね意外とぼやっとしたりしがちなんですが、それがないと。後ほどコオロギショットいきましょう。続きます。全体にヴィンテージテイストだがサファイア風貌であるため古臭さは全くないと。そうですね、これも後ほどいきますよ。サファイアクリスタル、またブレスレットの作りの良さも特筆すべき。パイロットウォッチらしい7連ブレス、7連ですよ。つけ心地もよくあまり重くもない。そしてファッション的にも程よく洗練されているのでさまざまなスタイルに合わせやすいと。見てください。まずはインダイヤル、中の黒のダイヤルですけれども、これはカラーは、ブラックですね、黒です。そして、ただこのように今これサンバーストぐるぐるっと回ってるの分かります？これすごく綺麗じゃないですか。何ですかこれはと。素晴らしくハイクオリティ、そしてハンズもいわゆるカシードラルハンズ、大聖堂にあるクロックのような、古典的な形のシェイプの針とちょっとこうモコっとした丸っこい感じのもありますが、このようにとってもシャープですね。でこれもう語るとこたくさんありますよ、オリスといえばね。そして細やかですね。内側と外側で少し表面処理が違います。これもうご覧になると分かるんですけれど、内側はサンバーストになってますけれども、外側へ行くとこれはマット仕上げのようなイメージに近い吹き付けといいますか。ですのでここのバーストが内側の円で止まっていますよね。ここまででストップして、でここからは映らないと。これ角度変えても映らないんですよ。すごいからハンズですね。自分身の話ですけれども、ここもみっちりと最後までぎゅーっと伸びています。
これ秒針に行きますと、これ場合によっては見えにくい、今見えにくいですね。ちょうど黒とカラーリングが重なる感じ、反射してない感じでやりますよね。でその場合にですね、こうすると今針が光って見えますよね。いわゆる反射で見えると。そしてこれ曲げ針なんですけれど、カーブではなくてちょっと直線的にキュッとクッと曲げられてるんですよ。先っぽです。秒針の先っぽ、まあ伝わると良いのですが、ちょっとぐる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 回って、私も一緒にこう回っていく感じですけれども、先っぽこの辺分かりやすいですね。曲げ、見えたと思います。まあこの辺りでも見えますよね。つまり申し上げたいのは、この秒針ですけれども、その見えにくくなる時間帯、要はそれが少ないわけですよ。これ今長い方は消えています。そして今度は先端のところが光っていますよね、ここ。ですのでずっとどちらかが光っている、このように長い部分が光ってない時、その場合は先端がこのように逆に別の角度になっているので光っていると。指で言うとこういう感じですよね。わかりますかね。クッと分かりにくい。はい、この12123456と、このアプライド、アプライドと言いますかね、もう夜光で、そうですね、アプライドですね。はい、きっちりと周りが縁取りされた上で、その上に夜光をぎゅーっと注入しているようなイメージですね。で上はもうオリスオートマティックとシンプルになっています。そして611にスイスメイド、この辺りですね。例えばこうちょっと爪で音を表現してみたいんですけれど、時計にデザインのアクセントを添えていますよね。サファイアクリスタル、これもまっすぐではなくて若干カーブしてるんですよ。カーブドサファイアです。要はコストがかかりますということですね。綺麗にカーブしていますね。そして歪みほとんど見られず、これですからその視認性ですね。これほとんど今何度ぐらいかな、20度ぐらいですかね。この辺りの視認性の良さであるとか、このビッグクラウンという名称ですね。なおさんも伊達ではなくと操作しやすいというふうに書かれてますが、本当にその通りで、かなり大きいですよね。つまんでみましょう。123で解放されました。はい、これは、オリスの例えばアクイスダイバーズの方ですね。最新出ましたよね、最近。あれがだいたい私の感覚で7回8回なんですよ。でその123とこのぐらいの回転で回っていきます。そしてでは防水はと言いますと、これは10バープラス100メートルとなっていますので、10気圧プラス100メーター防水ということですね。はい、そしてこの操作性は非常に簡単です。一つ今ちょっと引き出してるんですよ。そうするとこのデート、赤の部分ですねがこのように変わっていきます。感触としてはカチカチというよりはもやもやっと優しく変わっていく感じですね。引っ張ると今度は秒針止まりますよね。しかしこれ見てください。この秒針がこの辺りは見えないんですけど、この曲げ針のおかげでこう先っぽだけ見えてますよね。これすごいなと。綿棒の方がいいですよね。綿棒を組んで、非常にデザイン的にこう整理されている感じ。そして、回すのはこんな感じですね。ぐるぐるぐるっと軽く回っていきます。そして巻き上げの音どうでしょうかね。拾いますかね。はい、巻き上げの音というのは割とそうですね、やはり小さめ、それからこう巻き上げると同時に若干手応え、つまり重めになっていく。もう今いっぱいですかね。もうこれいっぱい具合っていうのが分かるんですよ。だからこれ以上はもう大丈夫ですよっていう、
この感覚的なもの、お使いになっていくと分かると思いますね。これは綺麗ですね。デザインいってませんでしたね、まだね。横はこういわゆるサテン仕上げになっています。そして、ブレスレット後ほどいきますけれども、ブレスレットはオールツルピカ仕上げですね。鏡面ミラーポリッシュとなっています。そしてこちら側に行きますよ。でこのシェイプご覧ください。これギューッと、ラグが落ち込んでいますので、手首にフィットするように、サイズもいきましょうね。はい、もう長くなりますね。細々たくさんあるんですよ。例えばあとはですね、ここのしているところ、綿棒からここまでの間にここミラーポリッシュになってるのご覧になります？つまり切り返しがあるんですよ、デザイン上の。このエッジがあることによってこのコインエッジの下ですね、わずか1ミリ以下ですよ。だからブロックケースブロック的にはどうなんでしょう。サンドイッチブロックのような感じでしょうかね。このような特徴がたくさんありまして、それからちょっと引きましょうか。このぐらいでいきましょう。はい、引きの部分でいきますと、ブレスレットはこのように7連ですね。これですからこれ全部ポリッシュなので光っているのご覧になれますよね。美しいですよ。そしてかなり使い込まれていますが、これ今光が当たっているので本当に、傷がよく見えていますけれども、いわゆるエイジングですね。この綺麗なエイジング、その人と共に歩んでいく時計というイメージがぴったりですね。はい、開けまして裏から見るとメッシュになっていますが、このようにベンチレーションもありますので、はい、それからこれ矢印がついていますけれども、これはピン式の調節となっています。で、先にバックルいきましょう。バックルもこのように調整できますね。ですので内側調整ができますのでマイクロアジャストできます。ロックが真ん中にありましてカチッと本当にゴツッとした感じですね。そして、アンロックはどうするかと言いますと、ボタンを押す感じですね。このようにして開けます。そうするとサテン仕上げのでこのようにカチッと閉める。それでは今度は裏側へ回ってみましょう。この裏側にも必要なことが全て書いてありますね。オールステンレススチールと、フロントサファイアクリスタルということで、表風防がサファイアクリスタルですよと。それから、ウォーターレジスタント10バーと10気圧、そして100メートルというのがこの左のあたりに見えますよね。オリススイスと書いてありますね。非常に。そしてこのレッドローター、要はこれ自動巻きですので、この半月板状の赤いローターがありますね。これがぐるぐる回ることによってゼンマイを巻き上げて、それで、自動巻きというふうに言われるものですね。この機械の部分ですが、一緒に参りましょう。欠点としてね挙げられていますね。汎用ムーブメントが気になる人にとってはと。ムーブメントオリスのトピックであるレッドローターを搭載した汎用ムーブメントパワーリザーブ38時間は短く、特別感はそれほどないと。なるほどですね。そうは言っても精度は極上。ただし汎用ムーブとはいえオリスがチューニングして精度は素晴らしい。タイムグラファーでプラス2から3秒、実使用でプラス1秒程度、すごいじゃないですか。そしてもちろんメンテナンスも容易そうですね。この年式だともしかするとおそらく ETA の2800系をチューンアップしていると思われますね。ブランドイメージ、知名度、これは本当にそうですね。時計好きなら知っているけれど、そうでなければ全く知らないブランドの一つと。ただし逆に取られれば、これをつけていれば時計好きにはすぐに仲間として認知される利点もあります。笑いと。そういうリトマス試験紙になりうる時計でもありますと。そうですね。このオーリスですね。ざっくりと私の、エピソードもご紹介しますと、
私はまあ学生時代北米で過ごしていまして、その際にですね、大体、アパートとか、一戸建て一軒家とかを、ルームシェアするわけですね。現地の学生とももちろんシェアしたりしますが、多かったのがスイス人が多かったですね。スイス人、割と経済的余裕もありつつですので、要は、家賃の滞納とかそういう揉め事が少ないと、非常に安定して私も安心できると。で、そうですね、だいたい合計で50人から60、70人ぐらいですかね、最後には。そのぐらいの方と入れ替わり立ち替わり、ルームシェアしていましたね。ですので、スイス人、実は私よく存じておりまして、非常に真面目ですね、まずは。で、あとはスポーツが大好き。からファッション等は、他の国の他のヨーロッパ人に言わせると若干ダサい、今ご覧になっていただいているわけなんですが、この7連ブレス、せっかくちょっとコマ調整の余りゴマがありますので、これでちょっとご覧ください。で、これそれぞれ動いているのお分かりですかね、このジャラジャラっとしたところ。それではもうかなり長いですね。こちら、ワイドですね、幅は40ミリちょうどご覧になりますね。40ミリとなっています。それから厚み、シックネスですね。これは 12.0 ミリとなっています。とっても薄いですね。デート付きで、なおかつカーブドサファイアで盛り上がっているのをご覧になりますかね。こう隙間が空いているの。これにもかかわらず12ミリですから、装着感非常に良いと想像できますね。さらに縦ですね、今度はラグトゥラグ、この手首の大事なフィット感ご覧になれますか。48ミリちょうどと非常に測りやすい時計ですね。端数が出ないっていう。当然50ミリ以下の48ミリということになると、でなおかつこのラグがギューッと下がっていますので、もう装着が楽しみなんですけれども、サイズ感分かりましたかね。このブレスレット、ラグウィズですけれども 20mm となっていますね。そしてテーパードはするのかな。後ろはテーパードして 18mm、2mm 下がりますね。縦にするとどうでしょう。そうですね、上が 20mm、 そしてぐーっと下に下がると 18mm。 あまりそんなに絞っているようには見えないですけれども 2mm 実際には下がっていると。欲しくなってきましたいつものパターンでございます。そうしましたら長くなります。タイムグラファーいきましょう。レッツゴー。5分ほど見ておりましたね。今プラス3秒パーデイですね。素晴らしい。そして振り角も326度と非常にトルクフルなビートエラー0。そして 28,800 振動ですね。4Hz となっています。1秒間に8振動ですね。はい、このようにプラス3とか4で推移しますね。そして、実使用ではプラス1秒とおっしゃっていますので、非常に精度、この安定した精度といいますかね。私がこの、ETA ですとか、セリタの汎用ムーブ、好きなのは必ずプラスに出ますよね。マイナスで出たの見たことないと。今までですね、あまりマイナス、そうですね、例えば国産メーカーですとマイナス傾向意外と強い場合が多いですけれども、納得できる数字が出てますよね。このあたりどうでしょう。私は全く文句ないですね。それではリストショットいつもの距離ですとこのように映りますね。もうまるで違和感のない非常に美しいシェイプで装着されています。このフィット感も抜群ですね。抜群と言っていいでしょう。ちょっと今きつめではありますけれども、もしかしたら、合わせてくださったのかもしれません。少し分かりませんが、プラス5ミリぐらいが、ちょうどいい感じにはなるんですけど、そのぐらいのイメージですかね。ですのでちょっとね、自称の地平面食い込んでますが、このような感じで、そんなことを言いながらね、ちょっとバックルあたりも見ていただいて、
このように映りますね。そしてこのブレスレットも、今ねそれこそ本当にトレンドのど真ん中にあるブレスのシェイプ。そして、ちょっとこれをグッといきましょう。このフィット具合をご覧ください。これ綿棒入りませんね。つまりここのラグがぐーっと下がっています。エルゴノミクスと言いますか、ぴったりと本当にいいですねこれ。そして K が 40mm ですから当然存在感もありますよ。綺麗だな。少しアップにしました。こんな感じですね。いつも言っている重心ですけれども、もう重心、そうですね、もちろん本体は一番重たいはずなんですね。ただ、サファイアを乗せても 12.0 ちょうどですので、ミリちょうどですね。ですのでこう回した感じが、そうですね、ちょっと強めに回したとしてもやっぱり重心は内側にあるイメージですよ。実際あるのかもしれません。ちょっと重心位置なかなかつかみづらいですが、重心位置ですね、例えばこの手首から1センチ内側ぐらいにあるイメージです。真ん中ではないです。はい、確かにですけども、外側に出ているイメージがまるでないです。コインエッジ見えていませんけども、やはり実際直で見るとですね、だいたい今50センチぐらいの距離がありますけれども、私の目からこれで70ぐらいですかね。こう適度にキラキラキラっとコインエッジが光ってるんですよ。輪っかがふわーんと出ているような感じで、これは良いですね。いろんな時計をレビューさせていただいてますが、この装着感は過去一かもしれないです。 IWC のマーク18ですかね。あれも素晴らしかったですけれども、装着感でいうとこの違和感のなさ、ナチュラルな感じ、自然体、それは過去一かもしれないですね。重さはそうですね、これだと125から130ぐらい。さあどうでしょう。うわー、これはめちゃくちゃいいですよ。そうですね、カメラ上もとっても美しいかなと思うんですけども、見た目もですねくっきりしています、ね。今だんだんと、残光落ちてきましたけれども、針の方は非常にこうキープしていますね。やはり太いのか、太い、どうかな、ちょっと表現難しいですけど、例えば12時位置、目で見る限りですよ。画面上どうかなとは思いますけど、目で見る限りだと12時の10の部分ですね、1ですよね、12の部分の1がぼやーっと少し暗くなってきています。画面上だとあんまり分かりにくいかなと思いますね。十分じゃないですか。それではクロージングになります。皆様いかがだったでしょうか。私はもちろんお預かりして何日か経ってはいますけれども、もちろん初めてパッと見るわけではないですよ。それでもですね、素晴らしいなと。これは欲しいな。基本的には、現在のオリスビッグクラウンポインターデート、希望小売価格は19万円となっていますね。はい。これレザーベルトですけれども、これがいわゆる代表的なモデルですね。ごめんなさい、ぼやけてましたね。はい。ちょっと見えますでしょうかね。このような感じで、今のポインターデートは、このハンズの部分がまっすぐではなくて、ぷくっとこう膨らんだ感じになっていますね。それで20万円以下じゃないですか。新品でですよ。希望小売価格ですから、これは。となると、やはり、どうしても、国産税っていう言葉が出てきてしまいますね。はい、国産税どうでしょう。頑張ってほしいなっていうところがね、このブレスレットの具合も非常に美しく、そして使いやすいんですよね。
そしてこの塊感ですか。もうヨーロッパ独特のこの鉄のくるみですので、あえてネガティブを探すというところにもどうでしょう。私はなかなか難しいなと。本当におっしゃるように、あえて言えばと、汎用ムーブメントが気になる人にとってはと、まだ私は気にならないので、パワーリザーブ38時間、これぐらいですかね。今時ですと例えば40プラスぐらいは欲しいなというところあると思うんですが、毎日つける方にとってはやはりパワーリザーブは大事だと思いますので、そのぐらいですかね。冒頭にも申し上げた私のプライベートなエピソードのところですけれども、そのスイス人もね、大体私その頃は、そうですね、ロレックスの、サンマリーナ安いのつけて行ってましたが、当時安かったんですけれどもね、みんなロレックスばっかりなんだよねと。でそれで、スイスにはたくさんのメーカーがあっていい時計がたくさんあるんだよと言っていたのを今思い出しましてね。なるべく編集短めに頑張ります。皆様はいかがだったでしょうか。こちらなおさんどうもありがとうございます。そして、皆様いつもご視聴ありがとうございます。そして明日も今日も元気でいってらっしゃい。